うちの妻と普段表にあまり出ることがないんですけども、うちの看板娘です。うちは、岩手県の盛岡市、そこでお店を構えて今年で12年目になります。朝入りから深入りまで結構幅広くラインナップしてるお店で、できる限りたくさんの人たちの好みに合わせてあげれるお店でありたいなっていう思いでやってるお店になります。2019年にスプラッチっていうコーヒーメディアがあるんですけど、そこが選ぶスプラッチ20っていうその20人の一人に選んでいただいたことがあります。あとはニューヨークタイムズの今年行くべき52カ所っていうので盛岡市が選ばれまして紹介していただいたりしました。私スノーボードを昔からやってまして、よく山を登って滑ったりとかしてたんですけど、そういう時にポットにコーヒーを入れて持って行ったりして、なんかそういうところで飲むコーヒーが美味しいなっていうふうに思ってから、なんかどんどんのめり込んでいったっていうのがありますね。それでコーヒーがどんどん好きになって、趣味が高じて自分で手編みで焙煎をしたりとかっていうところから始まってるんですけど、そうやっていくうちにいつか、そういうのをやれたらいいなっていうぐらいだったんですよね。そう思った頃に、夏希が生まれるんですけど、その障害を持って生まれてきたっていうのもあって、面倒を見ながらこれから先生きていかなきゃないってなった時に、サラリーマンではなくやっぱり自営業の道を歩んだ方がいいのかなって考えるようになって、もうそうなったらいつかやりたいなって思ってたことを本気でやってみようかなって思ったのが、本当のもう開業しようって決めたきっかけでした。最初は2011年の5月に開業する予定でいろいろことを進めていたんですけど、その時に本当にもう全ての契約書にハンコを押す本当寸前の時に東日本大震災が起こり、なんか計画してたことが全然進まなくなってしまって、一度もう全てを白紙に戻したんですよね。でちょっとその先どうしてこうかって言ってた時に、その避難所とかにコーヒーを出しに行くんだけど一緒に行かないかっていう声をかけてもらって、避難所に行ってもうとにかくコーヒーを抽出して提供してっていうのを繰り返して、その中ででもなんだろうな、すごく喜ばれて、なんかその時の感覚がなんか今でも大事にしてるっていうか、今のお店のコンセプトのきっかけにもなってるんですけど、本当にたくさんの人に喜んでもらえるコーヒーを目指していこうってそのボランティアで行った時にすごく強く思ったことなんですよね。コーヒーとは、もちろん飲んで美味しいって楽しむものである
だけどなんだろう、もうその人の心にゆとりを与えるものというか、ね、その豊かさっていうのはそのお金がある豊かさではなく本当の心の豊かさですよね。なんかもうそういうものを与えてくれる飲み物だと思ってます。いいのかな言っても、まあうちね娘いますけども本当は双子だったんですよ、ね、夏希はこうして行きましたけど、ね、お姉ちゃん、まあ、水木っていう名前なんですけどは8日間で亡くなって、なんかその時なんだろうな、悲しいとかそういうことを通り過ぎてなんかもう多分一生分泣いたと思うんですよその時。そういうのがあってなんだろうな、やっぱこう何気なく過ごしてる一日とか何でもないなんかコーヒー飲んでふーって一息ついてる瞬間っていうのは実は本当にそれこそこう幸せな時間というか、そこでよりなんか日常に寄り添う、その豊かな日常を届けたいっていうところによりこだわるようになっていったのはあるかなって思いますね。まあもちろんこの子にはちょっといろいろ負担かけちゃったりとかはあるけれども、でもやっぱりそばにいれる幸せ、まあそれをまあ一日一日やっぱりね噛みしめてこう今のこういうお客様のつながりとか周りのつながりとかで、長沢コーヒーっていうのが存在し続けてくれてたらいいかなと思ってます。長沢コーヒーの存在を知ってこう盛岡にこう集まってくるっていう、なんかそういうアイコン的な存在であってほしいなっていうのである一方、私はやっぱりこうずっと盛岡に住んでて盛岡の土地でこう楽しめる場所としても使っていきたいので、なんかこうどっちもが両立できるような場所になっていってもらえたらいいなって思ってます。やりたいことをやり続けてほしいなって思ってます。カズさんが出したいコーヒーを出し続けてほしいなと私は思っています。僕はもともとそんなにコーヒー好きじゃなかったんですけども、ここのコーヒー、朝入りのコーヒーを飲んで全然違うもの、今までのものとは全然違うものだなってすごい感動したんです。なので妻も言ってたんですけど、思うがままにやっていってほしいなって思いますし、そうすることによって僕もまた新しいものが見れたりとか感動することができると思うので、やっぱりコーヒー飲む時間っていうのは日常の中の一つの本当の安らぎでもありますから、そういったいい時間を長沢コーヒーが継続してねずっと続けてもらって盛岡市民の憩いの場所になっててほしいなとは思います。ずっと攻め続けてはいますから、それを続けてほしいです。若い方たちがそういう大人たちの姿を見て、地方にいるからできないという諦めを簡単にしてしまうのではなく、ここにいてもできることは無限にあるので、それは私たちのような先輩たちがちゃんと見せなければいけないと思いますから、そういう存在で自分たちもいたいと思うし、長澤さんにもずっとそれであってほしいなと考えます。いい意味で変わらないでほしいっていうか、自分たち家族にとっても日々の中の普通の暮らしの一部になっているっていうところがあったりするので、そういう意味ではもちろんずっと残り続けてほしいですし、常に、近くにある存在の長澤コーヒーさんでいていただくために、一緒に変わらないであるために変わり続けていく存在でありたいなって思いました。いろんな人に支えられてるなっていう気がしますね。自分一人でやってるわけではなく、
みんな理解してくれ協力してくれるから今ここにうちがあるっていうのを改めて感じますね。コーヒーを通じて何か貢献していきたいっていう思いがずっとあって、そういう障害のある方へなんかみんなが美味しいと思って飲んでもらうコーヒーの一部がそういう人とかそういう支援する団体とかにこう無理なくこうお金が回る循環できるようなことができたらまたさらにいいなっていうのがあって、そういうことにもどんどん積極的に力入れていきたいなって思ってます。そういう豊かさが成熟した街になっていってほしいなっていう思いでやってますね。